こんにちは、Aスタイルです。私は今宮古島に来ています。宮古島は周辺の島も含め魅力的な場所がたくさんあります。今回の宮古島旅行シリーズではエリアごとにおすすめのスポットをご紹介しています。前回までの動画で伊良部島、下地島と宮古島北部、池間島、宮古島東部をご紹介しました。もしよろしかったらそちらの動画も楽しんでいただけたらと思います。この動画は来間島方面のおすすめスポットをご紹介いたします。宮古島の南西、来間島方面は空港から比較的近い場所にありながらも昔ながらの沖縄らしい風景が広がるエリア。豊かな自然に囲まれながらゆっくりと時間が過ぎるのを感じることができます。バスやタクシー、レンタカーで行くことができますが、バスは1日1本か2本しかなく乗り換えが必要になる場合もあるため、タクシーやレンタカーを利用して観光するのが良いと思います。来間島へは橋を渡って向かいますが、その前に立ち寄りたいおすすめスポットは、東洋一美しいと称される与那覇前浜ビーチ。宮古空港から車で約15分の場所にあります。約7キロ続くとても長い白砂のビーチで、すぐ目の前にグラデーションの美しい海が広がっています。このビーチは2022年トリップアドバイザーベストオブザベスト人気のビーチトップ25で世界リストにランクインしており、広い砂浜と透き通った暖かい海、美しい景色が広がるバカンスに理想的なビーチと評価されています。宮古島はどのビーチも美しいのですが、ここは開放感があり水遊びをしたくなるようなビーチ。シーズンオフでしたが多くの方が楽しんでいました。ビーチの左側には来間大橋を望むことができ、透き通った青い海と来間大橋のコラボレーションを写真に収めることもできます。無料の駐車場やトイレ、有料ですがシャワーもあります。また売店やバーベキューができる施設などもあるため、様々な楽しみ方ができると思います。世界に認められたビーチは本当に美しいので、宮古島に行ったら必ず立ち寄りたいおすすめのビーチです。参考までに駐車場は2カ所、レストランなどがあるビーチ中央付近と来間港側にあります。水遊びをしたい方はビーチ中央の駐車場が便利だと思いますが、景色などを見て少しだけビーチを楽しみたい方は比較的空いている来間港側の方が利用しやすいと思います。宮古空港から車で約15分のところにある来間島は周囲約9キロ、人口は200人にも満たない小さな島です。宮古島とは全長1690メートルの来間大橋でつながっています。来間島に向かいまっすぐに伸びる橋で、大型船が橋の下を通るため中央部が盛り上がった形をしています。欄干が低く視界が開けているため空に向かって走っているようです。橋の片側が歩道になっているため徒歩や自転車でも渡ることができます。海の青色が次から次へと変化し、車に乗りながらも存分に景色を楽しむことができます。来間島は島の大部分にサトウキビや葉タバコの畑が広がる農業を基盤とする島。来間大橋はもともと農道として整備された橋だそうです。橋の両側には車を置いて景色を楽しめる場所がありますが、私がおすすめする場所は竜宮城展望台。宮古空港から車で約20分、
栗間大橋から約5分の場所にある人気のビュースポットです。入り口の前と奥に無料の駐車場があり、東屋やトイレもあります。おとぎ話に出てくる竜宮城をモチーフにした3階建ての展望台です。ここからは右側に栗間大橋、正面に与那覇前浜ビーチ、左側には伊良部島を眺めることができます。展望台がそれほど高い場所にないため、青い透き通った海や木々の緑、宮古島の街並みがよく見えます。ネット情報によると夕日や夜景も楽しめるそうです。栗間島で絶景を楽しみたい方はぜひ訪れてほしいおすすめの展望スポットです。そして竜宮城展望台のすぐ隣にもおすすめスポットがあります。楽園の果実。栗間島や宮古島、沖縄県産の食材を使用した南国ならではの料理やデザートを提供しているレストランです。お店の横と裏に広い駐車場がありますが、私が行った15時頃は満車。とても人気で常に混雑しているため、時間に余裕がない場合は人が少ないオープンの時間か夕方に行くと良いと思います。メニューは自家農園で採れた無農薬野菜やフルーツを使ったオリジナルメニューで、宮古牛のステーキ丼をはじめとしたフードメニューやフルーツがたくさん乗っているパフェなどを食べることができます。アジアンテイストのおしゃれな店内で、大人数でも利用できるテーブル席や一人でも利用しやすいカウンター席があります。お土産も販売していて、ケーキやジャム、ゼリーなどの加工品はほとんど自社で製造しているオリジナル製品だそうです。このお店はマンゴーが有名。自然環境に配慮しながら自家農園で丁寧に作られたマンゴーを食べることができます。私たちは人気ナンバーワンのマンゴーパフェと杏仁マンゴーをオーダーしました。マンゴーパフェのマンゴーのボリュームにまずびっくり。旬の時期に特殊な冷凍方法で美味しさを閉じ込めたというフローズンマンゴーがたっぷり乗っています。中に入っているヨーグルトジェラートの程よい酸味との相性も抜群です。杏仁マンゴーも果肉がどっさり入っています。宮古島でもおそらくここでしか食べることができないほど甘いとオーナーが自信を持っておすすめするマンゴー、間違いない美味しさです。私たちはデザートがあまりにも美味しかったため、宮古牛のステーキ丼とガパオライスもテイクアウトでオーダーしました。野菜がたくさん入っていてヘルシーなだけでなく、ボリュームもたっぷりあります。デザートと同様、とても美味しく、大満足の夕食となりました。お店こだわりの料理やデザートは本当に美味しいのでおすすめです。竜宮城展望台と一緒に楽しんではいかがでしょうか。最後に私がご紹介するおすすめスポットは青空パーラー。カラフルで南国らしい建物のスムージー店です。宮古空港から車で約15分、栗間島に渡ってすぐ島の入り口にあります。駐車場は20台分ありますが、このお店も大人気。私は混雑を避けるため朝一の10時に来ましたが、10時15分にはすでにこれだけの車が止まっていました。素材にこだわった体に優しいスムージーが飲めるお店で、スムージーのメニューは20種類以上もあります。コーヒー、紅茶、アルコールとサタパン瓶もありました。私は一番人気の宮古島産マンゴースムージーをオーダーしました。
スムージーは注文を受けてから作るスタイル。出来上がりまで少し待ちますが、いつでもフレッシュなスムージーを飲むことができます。契約農家から直接仕入れ、自社で加工したというアップルマンゴーのスムージーは濃厚でとても美味しい。人気なのがわかります。私はテイクアウトしましたが、店内にはテーブル席やカウンター、お店の前の庭にはテラス席もあります。テラスには座椅子やハンモックなどがあり、お店の裏にはヤギもいるのでお子様も楽しめると思います。宮古島の日差しには冷たくて美味しいスムージーがぴったり。人気のスムージーを来間島観光のお供にしてはいかがでしょうか。この青空パーラーがある来間島の入り口付近にはカフェや雑貨屋が集まっています。どのお店もとても人気があるため、この一角は日中とても混雑します。オープン時間に合わせてくるととてもスムーズだと思うので、ぜひ来間島観光の際参考にしていただけたらと思います。来間島方面のおすすめスポットいかがでしたでしょうか。来間島は車で約10分、自転車でも30分あれば一周できる小さな島。今回はご紹介しませんでしたが、島の西側にはプライベート感あふれるビーチがあり、夕日も楽しむことができます。空港からアクセスしやすく、宮古島らしいのんびりとした雰囲気を楽しめるので、個人的に宮古島の中で一番好きな島です。次回の A スタイルで紹介する来間島のホテル、シーウッドも素敵なホテルです。ぜひ見ていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったら高評価、チャンネル登録お願いします。